1020。こんにちは。こんにちは。なんかさ、なんかぎこちなくない、焦げになると。お二人で初めてですね。よろしくお願いします。お願いします。もう本当にありきたりなんやけど、じゃあまず第一印象。いやそれはだって初めて会った時は、20プロジェクトの東京合宿の、登場シーンじゃん。あの時にそうキャリーこうやって弾いて、今回のオーディションに練習生っていう存在が来ることを知らなくて、でもなんか周りの子たちが「練習生多分来るんじゃない?」みたいなことをずっと言ってってそわそわしてたから「練習生って何の?」みたいな「どこの練習生?」みたいな感じで、でそしたらなんかじゃあ登場しました。あの子たちなんやってなってめっちゃ怖くって怖かったっていうか、あ落ちたわって思った。あ終わったかもしれないと思って、しかもなんか割とあんまりタイプが違ったじゃん。もこちゃんはすごくショートで、なんかすごいかっこいい感じ、結構ボーイッシュできたもんね、その時は。でなんか割と私はそんななんか可愛い方でもなく、かっこいい方でもなく、どちらかといったらなんかすごい大人っぽいってすごくみんなに言われてたから、あもうタイプが違うから、あもう落ちたわ、もう私今回のオーディションダメだってめっちゃ思って、だけどなんかレモンとかでなんかさ習字したりとかするから、全然この子のことつかめないなって思ってた。でもすっごい優等生のイメージが本当にすごかった。イメージ、ああね、なるほどね。そうでもないけど、うちは逆にうちはもう入ってでも本当にそのもうみんなが待機してやるって言わされてなかったけんが、普通にトップバッターでもうギコギコ弾いてきたり、そうなんだ。そうだけ多分みんな座っただけ、これ最高と思って、でそれでまあもういろいろ自己紹介とかして、うちがリオ見た時はもう年聞くまではもう大人っぽすぎて同級生って思われたわけ本当に。であの時は多分高3ぐらいとか17、8とかじゃない？だけどもう中3で韓国行ったけん、中3でもう止まってるわけ。もう自分が中3の状態で行ってるけん、うわ大人っぽーと思って。でも同級生で聞いた瞬間ちょっと隣に立てやったよね。でもめっちゃさ、リオ喋りかけたよね、まこちゃんに。待機室の時とかすごくまこちゃん囲まれてたから、リオもその囲まれてるところにしれっと行って、なんかいろいろと話した記憶あるけど、本当にちょっとしか話せなかった。なんか話題がなかった。何を話していいのか分からなくって、多分お互いだよね。どっちもよね。まあ結局さ、その20プロ最初あんま喋ってなくって、で20プロ始まって韓国行って、でマドンニの時からじゃない？マドンニの時ぐらいに話し始めて。宿舎違ったしね。そうなんよ。その時。だけどあんま知らんやったもん、どういう性格かもようわからんくて。確かに。でも私はめっちゃ、まあ分かってたって言ったら変だけど、めっちゃなんか本当にすごい子なんだなっていうイメージだった。本当に一生。優等生で本当にもう隙がなくて、もう職業超向いてる子みたいな、なんかもうそういう頑張ることに向いてる子みたいな。もう努力という言葉が似合う感じのイメージで、でも本当にまこちゃんの本当のいろいろなことを知ったのは20からだもんね、多分。多分ね、こんな面もあんので多分絶対思ったと思う。でもそれが本心やねんな。ねえ、めっちゃギャップだよね。いやでも多分最初の時は多分ね、優等生かぶりしとったかもしれない。多分絶対そう。違う、優等生だったんだよ本当に。今うちがその時の映像見るやん、もう別人やもん、なんかすごい自分でもなんかすごい思う。確かに。なんか笑う感じとかもちょっと違うよね。ちょっとね、なんかまだなんかちょっとねっていう感じだけど、こんなガハガハって笑うイメージがなかった、あんまり。そうかも。いやその時は多分そうね、なんか大変、いろいろ大変やったんじゃない？多分。いやオーディションの時は大変だよ。なんか趣味とか最近今特にないんやけど、でもなんかね、最近本当の短い時間でも深く睡眠を取ろうっていうのを思って、なんか睡眠をよく取れるストレッチはよくする。それしたら逆に悪夢見るようになって。ダメじゃん。そうだからちょっと今2日間ぐらい今してない。まこちゃんちょっと変だよ。だってさ、なんでみんな
ぐっすり眠れるやつ見たら悪夢見ちゃうの。そう悪夢見て自分で多分夢の中でこう叫んじゃって陸とミーヒ起こしちゃったっていう事件がなんかあったね、言われてたね。そうそう趣味か、最近何やってるかな。なんかあれはショッピングはネットショッピングとかはショッピングはもう一生趣味。もうさ、私一生ショッピング一生してるよねなんか買うとかじゃなくて一生見てるよね、なんか。一生見てる本当に。私携帯触ってる時誰かと連絡取ってるとか、なんかそういうのじゃなくて基本的に全部服見てる。本当に基本的に全部服見てる。本当に共通の趣味とかあんまなくない？でもドラマ見る？みんななんかドラマってちょっとさ、構えちゃうんだよね。なんか映画とかも一本見ようって思うとなんか今からこれを見るんだっていうなんかちょっと覚悟が必要。リオはさなんかあらすじ知ってみるタイプやったっけ？そう。もうそれがわからん。なんで？ドラマが始まりますとかだったら、あらすじは見れないけど。ある程度年が経った映画とかだったら、その内容が面白いか面白くないかもわからないわけじゃん。自分の中で合うか自分がタイプなのかタイプじゃないのかもわからないわけじゃん。だからある程度あらすじを知って、ある程度の結末を知ってこういうシーンがあるんだって分かった上で見ないと構えちゃうの。なんか見るんだみたいな。でそれでもし後半にすっごい痛々しいシーンとかすっごい悲しいシーンとかあったら嫌だからもう事前にそういうのしときたいの。こういうシーンがありますっていうの。なるほどね。ちょっとそれはそれは分からない。だってそのハラハラドキドキを体感するために見るやん。それな。こうなると本当にまこちゃんとりーは本当性格真逆だよね。本当に真逆だと思うわ、本当に。本当にね。なんかねさっきからめっちゃ気になっとったこの天秤みたいな。シーソー？でもシーソーかも。お互いがこういくやつでしょ。こうだよね。もうわかる。確かに。もうなんか中間なくない？こうないところにリオはあって、でリオがないところにうちがあるみたいな。なんか私にないものをまこちゃんが全部持ってて、まこちゃんが逆に足りないものをなんか私が持っててみたいな。本当にそんな感じじゃない？本当に逆だよね、性格。なんやろな、こううちがめっちゃこうちゃんとこうパッてこう意見を言える性格じゃないや、なんか言うたら。やけどなんかリオがそこで言ってくれるけんなんか締まるって感じ、なんかそのグループ内が締まるって感じがするんよ。やんけんうちにないことをいつも言ってくれたりとか、でもリオが考えてないこともうち言えたりとか、なんか本当に本当にそうだよね。なんか考えることなんか全てその考えること全てが真逆ってわけじゃなくて、なんかそのできるできないことのこの対してのこれがすごいよね。普段結構割とさ、なんかリーダーだけどすごくメンバーからすごくなんかおちょくられたりとかさ、結構そうやってしてたりとか、なんかもうまこちゃん何やってんのっていうシーンが結構自然に起きちゃうタイプじゃん。自然におっちょこちょいになっちゃうタイプじゃん。練習中とかもさ、よくわかんない歌詞急に歌い出したりとかさなんかよくわかんないステップしだしたりとか結構そういうとこがあるけど、本番とかになった時にインタビューとか求められて、それでは最後にまこさん何々答えてくださいってなった時の、もうまこちゃんのもう台本があるかのようなもう完璧な文章、本当にかっこいいと思う。昨年のレコード大賞の時のまこちゃんのコメント、めっちゃかっこよかった。もうあれ聞いてた時に私も後ろで自分が全部言えたかのように誇らしい顔で立ってたもん。本当に素晴らしい。いや多分メンバーの時8人全員がもうまこちゃんに拍手したと思う。本当に。しかも結構アドリブだったじゃん、あの時の質問自体も。その時のまこちゃんの「はいなんだかなんだかで」って言ってる時もう一生拍手頭の中でわーと思って、もうリーダーしか勝たんわと思った。本当にかっこよかった。うちはリオはやっぱりなんかそのみんなこうなんやろうな、ちょっと疲れちゃったりとかそういう時あるやん。その時にリオが一言なんかパッて言った言葉でみんながこうおってこう元気に出る瞬間とかなんかすごいリオの一言がめっちゃパワーあるなって思ったりとか、あとはなんかリオもさ意外とさ普段はさなんかみんなにこう妹ちゃんとになんかこういじられたりとかさちょっとなんか卵ちゃんとかこう言われたりとかするやん。でもなんかやっぱリオもパフォーマンスになったら別人になるし、で特に一番感動したのはもうツアー中のダンスチームのソロがもうね本当に
もう決まったなって思ってもう本当にいつも横で見るために頑張れいけいけもうあんなさもうドームもそうやし、集中攻撃の目線がリオで踊るわけやん、もう本当にすごくってもうよく踊ったなってもうすごい思うし、やっぱ緊張するとかもうどうしようどうしようとか言っても絶対本番になったらやるところがもうさすがやなってめっちゃ思う、まあ、うちもそれ見てめっちゃ誇らしく思う。なんかバブルで、ファンの方がなんかそのリオがそのソロ踊ってる時になんかちょっとうっすら影でまこちゃんとかの顔が見えるんだって、その時にまこちゃんすごくなんかうちのリオよくやったっていう顔して立ってたからドームの時立ってたからすごくなんか2人の関係性がそれですごく分かったって言われて、まこちゃんどんな顔してたんだよと。その時にこう綾香マヤっておるんよ、うちの前に。でその時にもうリオが頑張ってる頑張るぞって言ってピュッてお尻を叩かれてうちで2人をそうリオも頑張ってるけんよしうちらも頑張ろうピュッてでそれでってなるけど知らなかった。まこちゃんはすごく静かに泣くじゃん。なんか「うわー」じゃなくてなんか話してる途中になんかさっきまで普通に「でもこうでこうだと思うから」って喋ってるのに「なんとかなんとかでなんだけどこうだから」って泣くじゃん。無理よその時に「泣いちゃった」そうね、なんかグワって出らんの可愛いよ泣く時めっちゃ出らんの中でめっちゃなんかね超可愛いの。こうだからってなんかさちっちゃい子みたいにさだだこねるみたいにさツーって泣くからなんかすごい「あ泣いちゃったまこちゃん頑張れ」っていつもなる。そうね、よくこうしてってなるぐらいわかるこうってなるぐらいこうなる。そうだんだんまこちゃんもさ私たちとさなんかに心を開いていってさなんか本当の自分を探していったじゃん。でなんかそれでそっからすごく泣くようにもなったしガハガハ笑うようになったしなんか変顔とかもするようになったしすごくなんか初めてそういう風にいろいろ自分の本心を話してくれた時にわーって泣いた時はなんか私たちが支えてあげなきゃいけないんだまこちゃんはこうじゃないんだってすごく思った記憶が蘇りました今。そうね、でも本当にねマジで昔辛くても涙出らんかったけんさなんかもうそれがなんか当たり前になってるけんが辛くないって思っちゃうやんだけどもう涙も出らんしもう普通にも淡々とこうやってってみたいな感じでやっとったけどなんかもう今思うといやあの時よく泣かんですごいやったなとか思うしいやもう逆に今もうさ感情もう放り投げすぎちゃってもう毎日泣けるって感じもう本当にさもう今感情が豊かになりすぎちゃってさ、ありがたいことにアリーナツアーの時のリオがコメントした時に泣いた時にもう終わったって思ってもう結構その時のメントも結構深かったんよ。なんかリオがそのやっぱ自信なくしたりしたけどみたいなそういう感じのくだりのコメントでそれをさ近くで一番ダンスチームの時に見とったけんさ、もう泣いた時にもうあん時ねとか思いながらすごい内まで感情移入してったもう本当にあの時は。なるほどね、何の曲だろうチョップスティックの時に3時間4時間くらいさレコーディングした時あったじゃん。しかもぶっ通しであったじゃん。あの時私たちもずっと待機してたじゃん。まこちゃん帰ってこなさすぎてもう何時に行ったかも覚えてないくらいずっといなかったじゃんまこちゃん。よくそこで泣かずに戻ってきて「終わったみたいな。なんか本当にレコーディングでさ強いと思う本当に。一人で入るやんか。でもう一人で入ってとにかくこう言われた通りにこうレコーディングするんやけどもう途中で本当に泣きそうになったんよ。で泣きそうになってダメだ泣いたら歌えなくなると思ってもう抑えて頑張ってで時計見たらもう3時間以上過ぎとってでいつ終わるんだって思ってで終わってもう寂しくてもうみんなの顔を見た瞬間にもうわー泣いてたよね。強いわ本当に。いやだからみんなあの時びっくりしてた。泣かなかったのみたいな。すごい。まこちゃんみたいな。私だったら多分1時間やっただけで泣いてるわ本当に絶対に無理。
なんか私最近、ん甘えられる存在がまこちゃんになったの。でもそれは思う。思うよね。すごい今ね最近思うよね。本当になんでだろう。なんかね前まではリオと同級生ってイメージが強かったんよ。やんけん普通に同級生っぽく接しとったつもりやんけど、なんか最近なんかすごい可愛いよね。最近私可愛いよね。なんか最近なんか別に前まで何か人肌恋しくなった時とか割となんか年下の子とかにも結構私すぐになんか抱きつきに行ったりとか手つないでもらったりとか腕組んだりとかそういうちょっと可愛らしいことをしてたんですけど、私なんか最近気づいたらまこちゃんの腕の中になんか収まってんのよ。そうなんか最近すっごいでも本当にそれは思う。だよね。わかる。でなんかまこちゃんもそれをなんか受け入れてるかのようになんかよしよししてくれて、なんかお姉ちゃんなんかすごく年の離れたお姉ちゃんみたいになってる今で言うまこちゃんのこと。こういう風に話してたらめっちゃ同い年なんだけど、自分がすごくなんか眠たい時とかなんかちょっとちょっと疲れたなって時とかちょっとなんか誰かになんかちょっと誰かとつながってたいなってなったらほんとまこちゃんとこ行ってなんか。いやわかるよ。でもなんかたまにこうしてる時にあらなんか自分って今お姉ちゃんしてるくねって自分も思うよ。なんかすごいそういう時にすごくなんかお姉ちゃんを感じる、家族を感じる。そういう時に何があったとしてもなんかもう自然ともう次の日にはもうケロってなってまたリセットされてるみたいな。なんかもう本当に家族ってさ喧嘩してもいつの間にか仲良くなってるみたいな感じな。それと同じでなんかうちらもみんながみんなそうやなってめっちゃ最近思う。本当にねなんかすごい家族以上の愛をめっちゃ感じる、みんなからは。すごいまたちょっと違う、あれを新しい家族の形。全然つながってない。すいません。そんな感じのそうだね。だと思います。じゃあもう今日結構話したよね。結構話した。なんかすごいね。恥ずかしかったこっちもちょっとすごいなんかリオもすっごい楽しかったんだけどめっちゃなんかこう褒められる時がなんかねなんかめっちゃニヤニヤしちゃう。わかる。リオもずっとうんってずっと聞いてた。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。楽しかったです。ありがとうございます。じゃあ私行きますね。ありがとう。気をつけて帰ってね。気をつけて。3分後にまた会おう。バイバイ。